はい、こんにちは。いよいよですね、第15回目のマスゲームの講座になりますけども、今日もよろしくお願いします。今日は、順列組み合わせに入ってちょうど3回目になると思うんですけども、前回は条件を付け加えた順列について問題を挑戦してました。じゃあ今日はまたちょっと違ったお話をしたいと思います。それは、同じものを含む順列。つまり、異なるものを並べるのではなくて、その並べる中で同じものがある場合にはどのような考え方をすると、すっきりと求めることができるかと。こういう話をしたいと思います。問題です。赤玉を3個、白玉を2個、横一列に並べる並べ方は何と言うでしょうかということですね。じゃあ、今までと同じように図を書いてみましょう。とにかくどんどん書いてみることです。はい。ね、ここ並べるんだな。どんどん書いちゃおう。書いちゃいましょう。ね、ちょっと縦に書いたらね、何個なりますので、横に書いちゃいましょうかね。どんどん書いちゃいましょう。これぐらいにしておきましょうかね。はい。で、どういうことかというと、この中で赤玉を3個並べるということですので、例えば、ここに並べる。ここに並べる。ここに並べる。こんな感じでしょうか。よろしいでしょうかね。で、ここで考えてもらいたいのは、例えばこの3つの赤玉は、並び替えても、つまり順番に変えても、見分けはつかないということですね。この3つもそうです。この3つもそうです。白玉のこの2つもそうです。入れ替えても、入れ替える前と全く区別がつきません。区別がつかない場合には同じ場合と考えます。そういったことを意識して問題に挑戦してみましょう。では、いきます。まず一つ目の考え方なんですが、あえて、やはり2回前にやったように、順列というのは異なるものを並べるというのが考えやすい考え方です。そうすると、無理やりですね、ここに、例えば赤の1、赤の2、赤の3とつけましょう。ね。白も同じようにやったらいいんですが、例えば赤だけつけてみます。そうすると、もしこれ番号がついてたらば、次のように、赤玉が、ちょんちょんちょん、ちょんちょんちょん、ちょんちょんちょん、どんどんいっちゃいますね。赤玉の1、3、2。以前時系列で分かりました。2、1、3。2、3、1ですね。ちょん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 、ちょんちょんちょん、ちょん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 。3、1、2。3、2、1。どうでしょう。番号をつけてしまうと、この1、2、3を入れ替えた6通りが全て異なるものになっちゃうんですよね。ところが、今回は実際は番号ついてないわけです。ということは、この6通りが同じものと、こういう解釈になるわけです。そういったことを意識して法案を作ってみましょう。よろしいでしょうか。考え方を整理します。まず、異なるものにする。で、異なるものにした後に、これはただの順列になります。ところが、番号を乗せると、同じものが出てきます。さて、この時の大事な考え方なんですが、組み合わせの時にこういう話をしましたね。順番を入れ替えても同じものを、24本のジュースが6本ずつの同じ時に何種類か、4種類、その時どういう計算しましたか？割るということでしたね。はい。ということで、今まで積み上げてきたことを活かして、一つ目の回答を作ってみます。まず、異なる6個を並べるので、何通りでしょう。5P5 ですね。ところが、赤3個と白2個は同じになります。ということは、5P5。すべて異なるものと考えて並べるんですけども、そのうち赤3個、
入れ替えても同じものになる。3p3 ということは3が2る6ですね。つまり6で割る。同じように白に入れ替えても同じになりますから、で割るということですね。もうこれ別の表現でいきますと、5のびっくりマーク、5の階乗、3の階乗、2の階乗で割るということなんですね。そうしますと、これは3の階乗途中で約分できますので、最終的には 5×4、3に1が消えます。2×1 ですから、10通りと。こういう考え方ができます。ここまでよろしいでしょうか。ところがもう一つ考え方があります。やはりちょっと図を書いてみましょう。それは、今度大喜利で書いてみましょうかね。左側から1番、2番、3番、4番、5番目としましょう。その時に、3通りはやってみたら考えますでしょうか。赤玉を、または白玉をとしても構いませんが、赤でやってみましょう。1番目、2番目、3番目に置く。1番目、2番目、3番目に置いたらさっきと変わりますよね。4番目に置く。例えば1番目、3番目、5番目に置く。このように同じものをどこに置くかというふうに考えるという考え方がもう一つあります。整理してみましょう。玉を置く場所を考える。置く場所を考えるということは、1番目と2番目と4番目に置くことと、1番目と4番目と2番目に置くことと、例えば2番目と4番目と1番目に置くことは、ただ置くだけですので、違いますか？同じことですよね。ですから、ポジションは入れ替えても、今回は見境がつかないということになります。したがって、ここで順列という発想ではなくて、前々回にやりました、組み合わせの考えになると。よろしいでしょうか。したがって、回答としては次のようになります。5箇所の中に、赤玉3個を置くので、この中から3箇所を選ぶですね。並べるじゃなくて選ぶ。そして、残り2箇所、白玉2個置きます。2箇所中2箇所。要は1箇所だ。一通りだということでいいんですけども、とりあえずリズムをつかむために2、4、2と表してみました。最終的にはですね。ということで、5、4、3かけることの3、2、1。2、4、2は一通りですので、これを計算しますと、やはり10通りとなります。ですね。さあ、今日は同じものを含む順列ということで、大きく2つの発想をやってみました。これを見ていただいている方はどちらが分かりやすいかというのは、聞いている皆さんの反応ですので、よろしくお願いしたいと思います。では、今日はこれで。